空き家の庭木を伐採すると増税されるって本当？税理士が法改正の裏側と真のリスクを徹底検証。概要、親孝行のつもりであった庭の手入れが、まさかの増税を招くというネット記事が話題です。固定資産税が6倍になるというショッキングな数字が目立ちますが、コメント欄はほぼ全員が否定的です。このようなことは普通ありえません。なんで脱法行為を指南するのかね。現実の話とは思えないほど、無理やりな内容、本当に木を切るだけで税金が上がるのでしょうか？税理士の視点でその信憑性を解き明かします。1、記事の検証、結論から言うと、増税の引き金になる可能性はゼロではありませんが、表現としてはかなり煽っています。通常、住宅が建つ土地は特例で税金が6分の1に抑えられています。管理不全空き家に指定され、行政からの勧告に従わない場合にこの特例が解除されるため、元の税率に戻る、つまり6倍になるという仕組みです。庭木を切ったことで建物のボロが目立ち、行政に管理不全と認定されることが本当の引き金です。2、確率、全国に空き家は約900万戸ありますが、行政から勧告を受けて増税に至ったケースは累計で数千件程度、全体の 0.1% にも満たないのが実態です。庭木を1本切っただけで翌月に税額が変わるようなことは、実務上まずありえません。自治体もまずは指導から入るため、いきなり増税の土が届くような急展開は極めて稀なケースと言えます。3、行政からの猶予、もし伐採後に行政からマークされても、すぐに積むわけではありません。第1段階は助言や指導で、ここで壁の補修やブルーシートでの養生など、適切な管理を行えば、管理不全空き家の指定は回避できます。第2段階の勧告にまで至らなければ、税金の優遇措置は維持されます。つまり、行政からの手紙を無視し続けない限り、6倍の税金を払うことにはなりません。やはり記事は大げさでかなり持っていると言えます。4、真のリスク。本当に怖いのは、固定資産税が数万円上がることではありません。管理不全空き家や特定空き家に指定されると、相続空き家の3000万円特別控除が受けられなくなる恐れがあることです。譲渡所得税の負担が数百万円単位で変わるため、庭木の放置や不適切な管理は、最終的な売却時の出残りを大きく減らす致命的なリスクになります。5、解決策。結論として、まずは庭木を切る前に、建物の外装をチェックしてください。もし劣化が激しいなら、伐採と同時に簡易的な修繕を行うのが税務管理上の正解です。また、管理コストと増税リスクを天秤にかけ、あえて更地にして売却する出口戦略を早期に立てることも重要です。木を切るかという点ではなく、資産たちを守るという線で考えることが、賢い空き家管理の第一歩です。そして、税金をトータルで俯瞰することも必要です。具体的には、都市計画税の同時増税、リスク更地にした後の負担調整措置の穴、相続人数による控除額ダウンなどです。金額的にはこれらの方がよほどインパクトが大きくなるからです。